皆さんこんにちは。更年期世代真っ只中、52歳のまきです。50代でもマイナス9キロ、体重57キロから48キロ、体脂肪率 34% から 20% まで痩せることができた。私が普段食べているダイエット弁当についてご紹介をしていきます。1週間の中で平日5日間分。今回はダイエット中のお弁当作りのルールについてもご紹介していきます。では早速始めていきましょう。私のお弁当作りのルールについてお伝えします。まずご飯はこれは普段ローカット玄米を使っています。ローカット玄米をだいたい1食120から130ぐらいに小分けしてで普段冷凍するようにしています。次にタンパク質ですが、タンパク質は鶏胸肉いつも値下げシール貼ってあるんですが、鶏胸肉やあと豚ロースなんかもよく使います。他にもお魚、サバ、鮭、こういったものから必ずタンパク質を摂るようにしています。で、例えばなんですけど、こういう豚ロースとかの場合だったらちょっとこの脂身あたりは1回カットして取らないように、あと鶏胸肉については脂の分は取って食べるようにしています。で、お魚の脂については体にいい脂なので、特にこのあたりは気にせず、取るようにしています。野菜に関してはブロッコリーだとか人参、あとほうれん草とかキャベツといったもの、こういったものからですね、野菜のビタミンだとか、あと栄養、食物繊維なんかも摂るようにしてます。で、他にもね、その時期によって例えば夏だったら夏野菜を使ったりだとか、冬だったら結構根菜が増えるかなといったような感じでやっております。で結構野菜高い時期なんかはこういう冷凍の野菜もよく使ってます。ブロッコリーなんかもね、値段がね高い時期はねあんまり使いにくいので、冷凍野菜、オクラに関してはむしろ冷凍で買っちゃった方がお値段も安かったりするので、こういったものを使っております。あとそれと必ず汁物を持っていきます。で、普段お弁当の時にお味噌汁なんかも作れればいいんですけど、そうでない時はこういう結構インスタントで食べたりしてます。できるだけわかめだとかね、あとそういった海藻類も入れて、で食物繊維も増やすように、そのあたりも工夫してます。というのが私のお弁当作りのルールになっています。タンパク質がだいたい 20g、 そして脂質が 15g ぐらいを目安にしていて、だいたい1食400から500キロカロリー、このくらいをね、お昼のお弁当のカロリーに設定をしています。じゃあ早速作っていきましょう。まずは1品目、そぼろ弁当です。で、あと最近なんですけど、これ買いました。これね、チョッパー、Amazon でこれも買いました。で、これで、ミンチを作ります。鶏ミンチです。材料は鶏胸肉と人参、えのきと卵さん、あとは生姜、ラカンカ、それとめんつゆを使います。鶏胸肉、これだいたい200ぐらいあります。今までミンチは買っていたんですけど、これを使うようになってから自分で作れるのでとっても便利です。じゃあこれを入れます。かさ増し用のえのき、これこう使っちゃってあるけど、だいたいこのくらい使います。半分ぐらいかな。蓋してできた。甘めが好
しいの。羅漢果は自然の調味料なので、これはお砂糖と同じ甘さですけど、糖質ゼロ、カロリーゼロです。だいたい大さじ1杯分ぐらい。生姜、水分がね、なくなるまでやってください。あと、好みに合わせて味は調節してくださいね。今日の卵ちゃんもちょっとちっちゃめなので、ちっちゃいので2つにします。私は甘い卵が好きなので、甘いのでいきたいと思います。もう一回チンしよう。ちょっと仕切りを追加しました。強引に野菜多めに。はい、完成しました。鶏胸肉とそぼろ。じゃあ昨日の残りのそぼろを使ってオムライス弁当に今日します。玄米 120g、 これもチンしていきます。はい、ご飯入れます。残り物の昨日使ったそぼろ、ケチャップってダイエット中に大丈夫なんですかと思われるかもしれないんですけど、ケチャップ別に糖質が高いわけでも何でもないので全然問題ないです。ただ気になる人はよく糖質オフのケチャップとかあるので、そういうの使ってもらってもいいと思います。ちょっと冷ましておきます。私は実はですね、卵の甘いのがね好きなんです。これはお好みなので。よいしょ。いいんじゃない？ちょっとブロッコリーを添えて1個。いっぱいブロッコリーあるの。ちょっとブロッコリーはたくさんあるので今日はいっぱい入れていきます。はい。で、あとそれとこれ大根の酢漬け、赤い大根を、これは簡単なんですけど、ただ簡単酢につけただけのものです。ちょっと彩りも良くしたいので入れていこうと思います。
肉はお弁当だから全部手作り、ダイエットだから全部手作りってそこまで私はやらなくてもいいかなと思ってるので、はい、あ、可愛くなった。よし、OK。できた。今日ちょっと動画撮ってる時間がなかったので、昨日とほぼほぼ副菜は一緒です。ブロッコリーとちくわと酢漬け、大根の酢漬けとトマトで、サバを乗せました。ご飯は玄米です。玄米の上に焼いたサバを乗っけただけのサバのっけ弁当でございます。はい、ちょっと時間ないので失礼します。鶏胸肉です。これは私がいつもよく作っている鶏胸肉の味噌漬け。これを今日作っていきたいと思います。買ったのはこれだったので皮外しておきます。鶏ハムとかもね食べてる方も多いと思うんですけど、そこまでタイトにダイエットするとしてもいいんだけど、なんかお弁当のおかずっていうとなんか物足りなくなっちゃうので、私はこれを鶏胸肉を味噌につけて食べるようにしております。切った鶏胸肉に生姜、結構私は多めが好きなのでどしゃっと入れます。はい、であとお味噌もね、もうほぼ目分量になっちゃってるんですけど、結構ねしっかりお味噌味濃いので私は結構甘めにしております。はい、ちょっとね味に関してはお味噌によってどうしても味がね変わってくる場合もあるので、初めに私いつも目分量でやっちゃうんですけど、初めにお味噌とラカンカとあと生姜であえてから味見てからやってもらってもいいかもしれないです。はい、ちょっとお酒も入れてもらって2日ぐらい、1日でもいいけど2日ぐらいねつけておいた方が味が染み込んで美味しいです。はい、今日は鶏胸肉の味噌漬け、これをおかずにしたいと思います。初日に漬けてあるので、これレンジでチンしてもいいし普通に焼いてもいいんですけど、結構量あるのでもうめんどくさいのでこのまま上にドンって乗っけて、これだと2日3日分ぐらいあるのかな。あとは広げてオーブンで10分から15分ぐらい焼いてもらえればそれで OK です。これを焼いてる時間に人参とツナのサラダを作ります。結構これよく作ってて、今日お弁当用に作るんだけど夜も食べたいので人参1本使っちゃいます。もうスライサーでいきます。でこれちょっと水分を切っておきます。はい、水分切った人参です。とここにツナ缶の水煮を入れていきます。あとはここに寒炭酢とか、見えない寒炭酢軽く塩コショウ
マヨネーズの脂質はどうなんですかってことなんですけど、1日の脂質を抑えていれば問題はないと思うので、私はちょっと使います。やっぱり美味しく食べたいので、このくらいかな。はい、ちょっとだけ使いました。これであとは混ぜるだけ。超簡単。完成です。鶏胸肉の味噌焼きです。じゃあこれをあとは詰めるだけです。はい、玄米とご飯は130かな ?120 か。120g。今日もブロッコリーたっぷりです。ちょっと水分出るかもしれないんで、軽く絞って入れてください。はい、では鶏胸肉。こんな感じかな。はい、完成しました。はい、今日のお弁当は鶏胸肉の味噌漬け、ブロッコリー、人参とツナのラペです。今日は鮭弁です。これを焼いていきます。魚焼き器で私は焼いておりますので、まず今日はこれを、はい、私は魚焼き器で焼いていきます。はい、じゃあ副菜は今日は切り干し大根の煮込み作っていきたいと思います。普段だと朝あんまり作らなくて夜のうちにねやったりしております。はい、もうこのくらいお弁当分なんでね、あとは水につけて少し待ちます。はい、5分から10分程度待ちます。はい、じゃあやってる間に人参と今日ちくわを使います。ちくわってすごい高タンパクで低カロリーなので、私はとってもよく食べます。ね、チーチクとかもよく買ってきます。切り干し大根とちくわと人参。はい、これで炒めます。OK。海苔1枚だとちょっと食べにくいので半分にして乗せていきます。鮭、今日の鮭大きいな。ちょっと大きいので、これは直近。これちょっと油乗ってるな。大丈夫かな。いいか。で、ブロッコリーのた。はい。落ちちゃった。切り干し大根のトマトちゃん。よし、できた。はい。完成。はい、今日のお弁当は鮭のアラとブロッコリー、切り干し大根が副菜となっております。はい、というわけで今回は私のリアルな5日間分のお弁当をご紹介させていただきました。冒頭にもご紹介しましたけれど、できるだけ高タンパク、そしてヘルシーなお弁当を作るようにしています。副菜なんかね、ブロッコリーとか結構毎日同じじゃんとかって思われるかもしれないんですけれど、これがリアルな感じでしょうかね。はい。といった感じで本日はご紹介させていただきました。またよかったら皆さん参考にしてみていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。